はい、こんにちは。きつね丸です。今日はレビューするのはこちら。レーザーのハンマーヘッド V3X ハイパースピードというワイヤレスイヤホンになります。いわゆるゲーミングワイヤレスイヤホンと分類されるものですね。ここのハイパースピードというのは 2.4GHz を利用した独自規格で超低遅延の音楽転送をしてくれるという規格になっています。なんと、その通常独自規格ですので、送信機と受信機っていうのがまた必要になってくるものなんですけれども、受信機は当然イヤホンの方は受信機になります。これのすごいところは、このケース自身が送信機になってくれて、PC から、サウンドをイヤホンにその超低遅延で飛ばしてくれるというすごく画期的な構造をしたイヤホンになっています。その他もちろん Bluetooth のワイヤレスイヤホンとしても使うことができるので、通常の音楽としても音楽プレイヤーと、スマホを使った音楽プレイヤーとしても利用が可能になっていますし、スマホとこのケースをつなげればハイパースピードで接続できるので、ゲームにももちろん使えるというようなものなんですね。そんな、このイヤホンを今日はレビューしていきたいと思います。それではレビュースタートです。それでは開封していきましょう。まず、こことここに、開封用のシールが貼ってありますので、これを剥がしていきます。よいしょ。でも結構しっかり貼られてる。結構しっかり貼られてますね。ピリって剥がれるタイプではないんですね。ちょっと怖い。カッターで切った方が良かったかなと言いつつ、ここまで剥がしてしまいましたので、頑張って手できれいに剥がしていきます。はい、無事きれいに剥がせました。ここに点線があったので、てっきりそこから切れるのかなと思ったら、ただの貼り付ける時の目印だったようです。さて、これを開けていきましょう。よいしょ。開けるとこのようになって、WarGamers by Gamers ということで説明書類ですね、こちらは。レーザーハンマーヘッド V3X ハイパースピード。もう黒字に銀で書かれているあたりがなんかいかにもゲーミングデバイスっぽいところですね。はい、説明書と、あとはレーザーのシールがシールがついていますね。一応日本語もちゃんと書いてありますね。はい、こちらには説明書が入っていました。そして、こちらですね。本体ですね。本体を開ける前に、ちょっと先に下の方を見ていきましょう。この下を開けると、こちらは、USB ケーブルがついてますね。こちらが L 字型になっているのが素敵ですね。中はレーザーの色のグリーンになっています。見えるかな？グリーン色の USB 端子になっていますね。最初から L 字になっているのが、L 字ケーブルがついているのはちょっと嬉しいですね。ケースの中身としてはこれが、全部のようですねと思ったら1個ありました。それはそうですねというやつが1個ありました。どう取るんだ？こうか。はい、イヤーピースが L サイズと S サイズのものがこちらに用意されています。付属のものと合わなかった場合に、耳のサイズに合わせて使うものですね。イヤーピースの形状としては円形の、割とよくあるタイプのイヤーピースになってますね。裏もこのような、割と普通なイメージがありますね。もしかしたらお好みのイヤーピースに変えるというのも一つのカスタマイズとしてありかもしれません。それでは本体の方も見ていきましょう。本体の上にはレーザーの語源が書かれています。本体自体は結構マットな作りになっていて、指紋なんかはほぼ目立たない作りになってますね。そこには USB-C 端子と、あとはファンクションボタンが1個ついています。後ろ側にはシリアルナンバーとかが書かれていますね。メイドインチャイナと。はい。で、ここにあるのが、LED のインジケーターになりますね。開いたりするとこのような光り方をします。また充電している時もここフィーンフィーンって色が出るので分かりやすいかなと、かっこいいなと思いますね。ゲーミングデバイスらしいです。で、イヤホン自体の形状ですが、
このような形状をしております。ハンマーヘッドっていう名前の通り、どちらかというと確かに金槌の頭みたいな形してるようなデザインになってますね。で、タッチセンサーのボタンがここら辺についてまして、で、そこには、マイクの穴がデュアルでついているのと、あとここの金属の部分は充電用の端子ですね。で、イヤーピースを外すと出てくるのが、ここのオーバル型、要するに楕円形ですね。楕円形のイヤーピース、ノズルになってます。それに対してイヤーピース自体は通常のイヤーピースなので、付け替えなんかは市販のイヤーピースでいろいろ付け替えて音の音質を比べてみるのも面白いと思います。イヤーピース一つで結構音質が変わるので面白いですよ。あと、ここのいわゆる、ワックスガード、耳垢とかを防ぐやつです。の侵入を防ぐやつですね。この部分は、プラスチックかな、金属かな、でできています。割と高級機でもメッシュの、布っぽいものが、布っぽい柔らかいメッシュが使われていたりするんですが、これは硬い、網状のものになってますね。なので、ここで、詰まったら、ちょっとブラシなんかでかき出してやれば、きれいに掃除できると思います。ここにちょっと謎の穴が開いてるんですけども、おそらく、本来はマイク穴なんじゃないかななんて思ったりはしますね。この機種は、低価格向けの機種で、上位版のハンマーヘッド V3 ハイパースピードにはノイキャンがついていますので、そのノイキャン用のマイクの穴なんじゃないかなというふうに予想はしますが、空気抜きの穴かもしれないので、その辺は、ここに穴が開いているのはちょっと不明っちゃ不明ですね。ただマイクで空気抜き用の穴というか、上位版と同じボディを使っていて、中身だけ違うっていう風になっていてもおかしくはないかなと思います。バスレフの穴としてはこちらにメッシュがついているので、バスレフ用の穴ではないなっていうのはなんとなくわかりますね。これで USB ケーブルをつなげてみると、ピーンってかっこいいですね。かっこいいインジケーターが回ります。それでは、まずは満充電させてからいろいろ使って試してみたいと思います。はい、それではハンマーヘッド V3 を実際に耳に装着してみたいと思います。こちら耳に装着していきます。耳に装着した感想としては、非常に耳にフィットしていて、耳のくぼみがあると思うんですけれども、そのくぼみの部分にここのハンマーヘッドの曲線の部分があるんですが、この形状ですね、形状がすごくよくフィットしています。そのため、まるで耳栓のようなフィット感を感じていて、遮音性がすごく高いんですね。今、エアコンをつけているんですけど、エアコンの風の音とかが全く聞こえないぐらいです。で、痛みも特に角張ってるところがこのイヤホンには全然ないので、耳を優しく包んでくれるというか、角がない当たり方をしてくれるので、痛みもほとんど感じないなって気がします。長時間つけてても全然、気にならないような、そんなような作りになってるなって感じますね。装着感としてはそんなところです。はい、現在ハンマーヘッドを使って音声の収録をしております。Bluetooth を使っての収録になりますので、どうなっているか、音声の収録がしっかりできているか、音質はどうか、私の声を使ってちょっとチェックしてみてください。はい、現在 iPhone と USB で接続してハイパースピードワイヤレスで接続した状態で、マイクの収録をしています。現在どんな風に聞こえているでしょうか。こちらの方が単純に考えて音質がいいはずですが、どのように聞こえているか私も後で確認してみたいと思います。というわけでマイクのテストをしてみましたが、いかがでしたでしょうか。
感想としては音量、音質ともにハイパースピードワイヤレスの方が上だったように感じます。なぜか Bluetooth にすると録音の音量が下がってしまったんですよね。言葉自体はしっかり受け取っているので、録音というか声を拾う能力自体はしっかりしているのですけれども、Bluetooth の方は、iPhone で使った場合なんですけれども、ちょっと音量が下がりすぎだなって感じたのが気になったところですね。PC とか録音のレベルを変えられるような状況であれば、機材であれば、あまり気にならないのかなとは思います。それにしたってハイパースピードワイヤレスの方が声の通りが非常に良かったので、そちらの方を使える環境であれば、そちらを使った方が絶対いいですけどね。あとは音質面はともかくなんですけれども、装着時にとてもここで耳にフィットするっていうのを、前にお話ししましたけれども、それがゆえに自分の声が耳から外に出ていかないということが起きて、頭の中ですごいグワグワグワって音が反響しちゃうんですね。これカナル型イヤホンあるあるではあるんですけれども、慣れてない人が使うとすっごく喋りづらいので、ここは気をつけた方がいいかな。普段ヘッドホン使ってるとか、オープンイヤー耳掛け型とかオープンイヤー型のイヤホンを使っている人にとっては違和感がものすごく違和感を感じるので、しょうがないところではあるんですけれども、気をつけた方がいいかななんていうふうには思います。はい、それではですね、次は実際にどんな風に音が聞こえるかっていうのを、体験してみようと思います。こちらに用意した、バイノーラルマイクに対してハンマーヘッドを両耳につけます。そして、その得た出力をこちらの、ボイスレコーダーに、録音するという方法をとります。流す曲は私のチャンネルで以前からも再生している曲なんですけれども、こちらの曲を使ってハイパースピードで再生したバージョンと Bluetooth で再生したバージョンの2パターンを聞いていただこうと思います。ぜひ接続方法による音質の差というのを聞き比べてみてください。なお、今回サンプルに使った曲に関しては概要欄の方に、実際にダウンロードできるフリー素材として、アップロードしておきますので、参考にしてみたいということでしたら、自分の環境での、再生なども参考にしてみてください。それでは行ってみます。それではまずはハイスピードワイヤレスで接続したバージョンをお聞きください。いけるさ、そう信じろ。未来の灯火が僕らを照らすから、負けないさ、夢が消える限り。次は Bluetooth での接続の音をお聞きください。心の中の声が叫ぶ。いけるさ、そう信じろ。未来の灯火が僕らを照らすから、負けないさ、夢が消える限り。限り
音質の比較ですが、思った以上に出なかったですね。録音した機材の関係なのか、録音したものを動画として再生すると、あれってぐらいに差が出ないんですが、実際にはかなりやはりハイパースピードの方が音は良くなってますので、ここはちょっとマイク側の性能の問題というところでご了承くださいというところでしょうか。全体的には低音寄りのチューニングになっていて、ただドンシャリっていうほど重低音が効いているわけではないので、そこら辺はバランスよく作られているかなと思います。ゲームにおいて必要な音の音域が取れるようにっていうようなチューニングをされてるんだと思うので、高音域に関してもそこまで高い高音域は取れないようになって届かないようになってて、音楽を聴くっていう面では、若干音域の幅、上下の幅に少し不満があります。ただ低音はしっかりとした、重い音はちゃんと重低音ほどではないですけれども、低音はちゃんとなりますし、高音域もちゃんと金属などの音はしっかり出てはいるので、無駄がないようにしているというか、無理をしないようにしつつ、しっかり音が出る範囲にチューニングを収めているっていう、必要な範囲だけ音が出れるようにチューニングされているっていうような、そんなイメージですね。面白いところでは、このハイパースピードで iPhone とかと接続するとドルビーアトモスが有効になります。ドルビーアトモス、要するに空間オーディオで、このイヤホン使いながら空間オーディオで音楽を楽しめるようになるので、そこはちょっと面白い点ですね。ただヘッドトラッキングはついていないので、首を振ったりして音の空間を感じるっていうことはできないんですけれども、音の広がりっていう、ここの THX 認証を受けているだけあって、音の広がりをすごく感じるような音楽体験ができますので、そうですね、1万円のイヤホンを使っていると思えば、割と満足いく音質なんじゃないかなと思います。そう考えれば、これ1万3000円でドルビーアトモスも積んでて、こんだけ低遅延でってことを考えると非常にお買い得な感じがしますよね。先ほどまでですね、Mac で太鼓の達人を使ってこのハンマーヘッドで音ゲーを遊んでみました。他にも YouTube のメトロノームみたいに動く音ずれ確認ツールなんかもチェックしてみましたけれども、本当に音ずれが感じないんですね。厳密に言えば超低遅延って書いてあるぐらいですから、あるんでしょうけれども、素人目にはまず感じ取れないぐらいの遅延しかありません。遅延しかありませんというか、遅延がありませんとしか言いようがないぐらいなものです。太鼓の達人を遊んでみても、譜面等のタイミングが非常に正確だったりするので、ベストなタイミングで打てるっていう確率がかなり増えました。結構ゲームが遊びやすい、音ゲーなんかも遊びやすくなりますね。FPS はちょっと遊ばないので私はちょっとわからないんですが、少なくともそういう面では、非常にゲームに向いた接続ができるなと思います。このケースを接続するだけでいいっていうのは本当にいいですね。ドングルを必要としない、ケースを接続するだけでケースへの充電と一緒に超低遅延での通信通話ができるという非常に便利な、よく考えられたゲーミングイヤホンだなぁなんて思いますね。というわけで、ここまでハンマーヘッド V3X ハイパースピードのレビューをしてきました。皆さんにこの製品の魅力を伝わったでしょうか。私結構これ気に入りましたね。特にケースだけ使えばハイパースピードの接続ができるっていう、ドングルが必要がないっていうところが非常に気に入りました。PC なんかで使うときに充電しながらできるので、充電プラスハイパースピードでの音の転送をする。で、使い終わったらケースに戻せばちゃんとイヤホンに充電がされるっていうことで、
充電切れ知らずっていうことになるので、非常にここをよく考えた作りだなと思いましたね。それでは今日のクラ活はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画が役に立ったとか面白かったと思っていただければ、ぜひ高評価の方をよろしくお願いいたします。で、もっとこのような動画を見ていただけるようであれば、チャンネル登録もしていただけると私が飛んで喜びます。それではコメントなんかもお待ちしておりますので、この動画に対するコメントなんかも残しておいていただけると非常に嬉しいです。それでは次回のクラ活でまたお会いしましょう。